教科書を開いてノートになんか書いてとかいう勉強じゃなくてあ、これは自分のための仕事なんじゃないかってすごいビビビってこの漢字が綺麗だから好きとか、この漢字可愛いから好きって言ってて。皆さんこんにちは。今日はね、一人じゃないんです。なんとゲストが来てくれてます。久美さんです。皆さんこんにちは、久美です。久美さんは私の大切な友達で、日本語の先生もあります。オンラインでもう1年以上教えてもらってるんです。今回は久美さん、大阪から東京まで来てくれて、せっかくなので日本語を教えるのってどんな感じということをちょっと聞きたいなと思って、じゃあまず軽く自己紹介お願いしてもいいですか？はい、もちろんです。はい。皆さんこんにちは、久美です。今は日本語のオンラインの先生として1年間働いています。出身は鳥取県なんですけど、普段は大阪に住んでいます。今回は東京に旅行に来ていて、美香さんと会うことができて本当に嬉しいです。来てくれてありがとう。はい、今日は皆さんよろしくお願いします。じゃあ先生として活動を始めたのっていつ頃だったんですか？はい、先生として活動を始めたのは去年の3月です。去年の3月に日本語講師として登録をして初めてのレッスンをしたのが登録をしてからすぐ多分3月の第1週目とかそれぐらいだったので、今はだいたい1年とちょっと経ちました。おー、はい、すごいおめでとう。ありがとうございます。ちなみに私は初めて久美さんとのレッスンは、去年のちょうど3月でした。美香さんは私にとって多分4人目の生徒さんだったかな。4人目でめちゃめちゃそれまでは男性の学生さんばっかりだったんだけど、初めて女性の生徒さんが来てくれてめっちゃ嬉しかったし、しかも同年代だから、そうそうだからなんかすごい嬉しかったのを覚えてます。ありがとう、すごい。じゃあ久美さん、その前どんな仕事をしてたんですか？はい、私は日本語のオンラインの先生の仕事を始める前はスターバックスコーヒー株式会社っていう、いわゆるスタバで働いていました。はい、正社員ではなかったんですけど、アルバイトで、時間帯責任者としてバリスタだけではなくてマネジメントの仕事にも携わっていました。すごい。どうして日本語の先生になろうと思ったんでしょうか？はい、私は昔から英語を使って外国人の方とコミュニケーションを取るのとかがすごく好きで、海外の文化とかにも興味があって、大学でもそういう国際的なことを学べる学部に行ってたのもあって、なんか将来は日本と海外の架け橋になるようなそんな人になりたいっていうのをずっと思ってて、そうでスターバックスで働いてる時に何かやっぱり新しい仕事、なんかそういう夢を諦めれなくて、何か自分の特技とか英語とかを生かした仕事ができないかなって思って探してて、インターネットででそこで見つけたのがオンラインの日本語教師っていう仕事で、これを見た時にこれは自分のための仕事なんじゃないかってすごいビビビって一瞬でなんかね感じたんですよね。でもうそれを見つけた日には多分そのプラットフォームに講師として登録をして、はい、っていうのがきっかけで、なんか自分の好きな英語を使えるし、外国人の方とも関われるお仕事っていうので始めてみようって思いました。すごいね、すごい。本当に自分のための完璧な仕事見つけたんだ。一番最初にレッスンの予約が入った時ってどんな気持ちでした？緊張しましたか？それはもうめちゃめちゃ緊張しました。始めた時、さっきも言ったけど、本当にいい意味で軽い気持ちで登録したし、何も考えずにとにかく登録してみようって思ってサイトに登録したもんだから、で気づいたらすぐにトライアルのレッスン
が入ってどうしようって最初は悩んだし不安だったけど、ラッキーなことにその生徒さんがめちゃめちゃ日本語が喋れる方で最初はオールイングリッシュでレッスンを進めるっていうことはなかったので、その一番最初のレッスンは、その生徒さんのことを、ね、知るためにたくさんその生徒さんに日本語を使っていろんな質問をしてっていう風に過ごしたかな。50分間それで終わったのを無事に終わったのを覚えています。めちゃめちゃ緊張しました。すごいですね。そうだね。でもその生徒さんは今までもレッスンを続けているんですか？続けてくれています。その生徒さんは韓国人の方なんですけど、本当に日本語がお上手です。はい。すごいですね。今は何人くらい生徒さんが教えてるんですか？今はだいたい30人くらいですね。今の生徒さん30人くらいいます。はい。みんな週に1回とか週に2回とか、忙しくて2週間に1回くらいの人もいるんですけど、だいたい30人の生徒さんとレッスンをしています。はい。毎日忙しいだね。ありがたいことに、はい。オンラインで教えてて、これがちょっと大変だなって思ったことはありますか？実はあんまりなくって、なんか今時ね、やっぱりオンラインで画面共有とかもできちゃうしなんか見せたい画像とかシェアしたいものがあってもすぐにできるから、あんまりオンラインだからこそなんか難しいなって感じることは意外とないんだけど、やっぱり細かい発音のところだったり、例えば舌の使い方を初心者の学生さんに教えるときにオンラインだからちょっと伝わりづらい部分はあるのかなって思ってて、対面でやった方が多分生徒さん的には理解しやすいんだろうなって思うことはあるんですけど、先生としてはあまり困ることは今のところ感じたことはないです。はい。よかったね。海外の生徒さんと話していて面白いなって思う瞬間がありますか？そうですね。海外の学生さんならではの視点で日本についてたくさん教えてくれて、私たちが当たり前すぎて気づかないところまでね、そういう視点で物事を見て気づいたことを私に教えてくれるので、それはすごく面白いなって感じますね。なんか日本では本当に私日本人だから当たり前で何も考えなかったことでさえ、例えばこの前の生徒さんが言ってたのは、私はこの漢字が綺麗だから好きとか、この漢字可愛いから好きって言ってて、なんか私たち日本人からしたら漢字って本当にただのね、なんかアルファベットみたいな感じでただその漢字でしかなくて、その漢字に対して可愛いとか綺麗とか感情を持つことって私はないんですけど、書きやすいから好きとかバランスが取りやすいから好きとかはあるけど、そうなんかそうだからそれはめっちゃ海外の人ならではの視点というか、なんかそういうところをたくさん感じれて面白いなっていつも思います。そうなんですか。実は私もいろいろの漢字について、これが可愛いとかこれが綺麗だと思う。本当にこのようにこの漢字を区別するね。この漢字は綺麗だな、この漢字は可愛いな。嫌いな漢字もあるけど、でもそれはほとんどなんか書きにくい感じかなって。それは日本人も一緒だわ。書きにくいから嫌いっていうのはあると思います。はい。日本語を学ぶ外国人にとってここが一番難しいんじゃないかなって思うところってありますか？多分思うのはやっぱり日本の文化にも関係するけど、すごい日本人の文化って本音を直接言わないというか、隠して、やっぱ有名な本音と建前っていうセリフがあると思うけど、それじゃないけど日本語もすごいその文化の影響を受けているなって感じていて、英語とか他の言語みたいに直接的にストレートに言う言語じゃなくてね、なんか遠回しに何でも表現するじゃん。そうだからそういう部分が文法とか単語とかを完璧にマスターしてる学生さんにとっても、なんか遠回しな表現を
理解しないといけないっていうのが難しいんじゃないかなって私は思っていますが、どうでしょうか？難しくないですか？難しい本当に。そうだよね。じゃあ逆にこれから日本語を始める人にこうするといいよというアドバイスがあれば教えてください。アドバイスとしてはやっぱり言語学習って本当に1日や2日ですぐに上達できるものじゃなくって、なんか算数とかね、理科とかそういう教科は勉強したらすぐにその知識がついてできると思うけど、言語って勉強したから1日2日ですぐに話せれるようになるわけじゃないので、で一番大切なことって継続することだと私は思ってるので、みんなに楽しんでぜひ継続してほしいなっていうのは思いますね。なんか自分の好きな方法を、ドラマを見ることが好きとか日本の音楽を聴くのが好きとか、いろいろあると思うんだけど、あとはネイティブと話すのが好きっていう人もいると思うし、自分の楽しいなって思える方法で継続するっていうのが一番大切だと思うので、そうですね、それをみんなに伝えたいかなって思います。とってもいいアドバイスですね。日本語の先生というお仕事の中で、これが一番好き、これが一番楽しいって感じることって何ですか？はい、私は本当にこのお仕事が大好きなんですけどなんか本当に好きなことってたくさんあるんだけど、特にやっぱりいろんな世界中の学生さんと関わることができて、しかもいろんなご職業の方とね出会うことができるんだよね。そう、私が普通に生きてたら多分関わることのない、例えばイギリス人のお医者さんとかに出会ってみたり、なんかね、どこでもそうだけどソフトウェアエンジニアの方に出会ってみたりとか、そう本当にいろんな職業の方といろんな国で生活してる方に出会うことができるから、本当に日々私も勉強してるっていうか、なんだろうなんか本当に学びになることが多くて、それが一番楽しいし、大人になってからできる友達とかって少ないと思うんだけど、なかなか難しいと思うんだけど、私は出会う生徒さん一人一人本当に友達みたいな感じなのでそうだからなんかこうやってたくさんの生徒さんと出会ってたくさん友達ができていて、しかもね、いろんな価値観を持った友達と出会うことができてっていうのが私は一番好きです。楽しいなって思っています。みんないつもありがとうございます素敵、本当に素敵ね、ここからは久美さんのこともちょっと知りたいんです。はい海外に行ったことがありますか？はい、海外に行ったことあります私は海外旅行が本当に大好きで、行ったことがある国はまずアメリカのカリフォルニアに2回と、ハワイと、あとはアジアなんだけどシンガポールとマレーシアと香港とマカオとタイのプーケットすごいっていうリゾートに行ったことがあります。はい、もっともっといろんな国に行きたいですすごいですね一番最後の旅行はどこに行きましたか？最後の旅行は今年の2月にアメリカのカリフォルニアに行ってきました。 LA とサンフランシスコと、あとはラスベガスにも行ってきました。ちょっとだけ感想をシェアしてください。感想はやっぱりなんか日本とアメリカの文化の違いをすごく大きく感じた旅行だった。その日本は日本で礼儀を重んじる文化だったりルールを大切にする文化があると思うんだけど、アメリカはすごいいい意味でも一人一人が自分のやりたいことを大切にしてるし、ルールじゃなくて自由をねすごい尊重してる国だなっていうのは感じて、それがすごい素敵だなって思いましたね。楽しかったです。また行きたいですか？また行きたいですちなみに来月行く予定があります。また
すごい。1年に2回目ですね。そうね、1年に2回目です。今から行ってみたい国がありますか？もう行ってみたい国っていうか、本当に行けるもんならいろんな国にできるだけ、行ける分だけ行ってみたいんだけど、特にやっぱりヨーロッパに行ったことがないので、ヨーロッパには絶対に死ぬまでに行きたいなっていうのはあるかな。はい、その中でも私のお母さん、母がフランスにずっと行きたいって私たちが小さい頃から言ってて、そうだからそれが夢だから、お母さんの私たち兄弟でお母さん連れてってあげようって言って今計画を立てていて、はい、なのでフランスはね、母も含めみんなで旅行できたらいいなっていうふうに思ってます。本当にすごい目的だよね。連れてってあげたい。いつになるんでしょうかっていう感じだけど。いや、次は好きな食べ物とか、趣味とか、お休みの日ってどんな風に過ごしてるんですか？好きな食べ物はたくさんあるんだけど、前まではラーメン一択だったんだけど、最近は大人になってお魚が結構好きになってきて、刺身とかね、お寿司とかがすごい好きになりました。日本人らしくなった。はい、大人になりました。大人になりました。で、趣味は最近美香さんにも言ってるんですけどね、ジムに通い始めたんですよね。私たちシェアしてるんですよ。トレーニングの情報を Apple Watch で。そうだからジムに行って体を動かしたり、ウォーキングしたりしてるのがすごい好きかな。で、日々この美香さんからの通知を見て私も運動しなきゃみたいな感じすごいでなってます。はい、あとは読書と料理が好きです。はい。週末はだからそれらの趣味を楽しんでるかな。なんかジムに行ったり、お料理教室に行ったり、読書したりしていますね。はい。ちなみに今何か言語を勉強したりしますか？今は常になんですけど、英語はやっぱり勉強していて、でも勉強するって言っても教科書を開いてノートになんか書いてとかいう勉強じゃなくて、私は常に英語のポッドキャストを聞くとか、英語のドラマを見るとか、英語の YouTube を見るとか、それが私にとってすごく好きな、自分で一人でできる勉強方法なので、それはもうずっと続けていますね。あとは英語のネイティブの人とお話しするっていうのもしています。すごいですね。今の久美さんの英語のレベルはどれぐらいですか？今の英語のレベルはどれぐらいだろう。日常会話ぐらいだったら、できるかなっていう感じですね。ネイティブの人と1ヶ月間英語で過ごすことができたので、なので、日常会話ぐらいはお話できるけど、全然ビジネス英語とか難しい英語になると私も話すことはまだできないかな。読めるけど話せないっていう感じかな。絶対話せるでしょ。話せない。レベルで言うと何になるんだろう。A2 とかあるよね、多分A とか B1 とか B2 とか。わかんない。それで私英検とか受けたことがないからちょっとわからないんだけど。でも日常会話ができるなら全然大丈夫ですよね。いや、まだまだもっと上達したいなって思ってます。はい、もっと頑張る。頑張ってください。そして久美さん YouTube やってるんですよ。どんな動画を出してるのかぜひ皆さんに教えてください。はい、私も実は YouTube のチャンネルをしていて、私のチャンネルでは主に日本語を勉強する学習者の方に向けた日本語のポッドキャストだったり、私のリアルな日常生活を載せてる Vlog だったりを投稿しています。はい。すごい。YouTube を始めようと思ったきっかけは何ですか？
そうですね。 YouTube を始めようって思ったきっかけは、本当に私のレッスンを受けてくれてる学生さんたちがレッスン以外でも日本語に触れる機会を作ってほしいなっていうのとか、日本語の文化をもっとシェアできたらいいなっていうのがきっかけで始めました。すっごいこれもまためっちゃ軽いノリで始めたっていうか、なんか何も後先考えずに思い立ったら即行動っていう感じで始めたので、まあそうかな。日本語の学生さんたちにもっと日本語を知ってほしいなって、リアルな日本語を届けたいなっていう思いで始めました。そうですね、はい、登録者数は何人ですか？今登録者数は2万人ですね。2万人にすごいすごい本当にすごい羨ましい。はい今年中に10万人の目標を新年に掲げたんですけど、まだまだ2万人なので、皆さんよかったら私のチャンネルも覗きに来てください。ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい私もいつも久美さんのチャンネルを見てるんですけど、本当に役立つものばかりですありがとう。外国人としてねマジでめちゃめちゃリアルな言葉で話してるよね、私。そうですねとてもナチュラル、スピードで話してくれるんですありがとうございます見てくれてありがとうございますはい、じゃあ久美さん、今日は本当にありがとうございました。はいありがとうございます。いろんなお話を聞けて、本当に嬉しいですそしてわざわざ大阪から東京に来てくれてありがとう今日は本当にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ